どうも皆さん、チャンネルへようこそ。今日はですね、皆さんから長いことリクエストをいただいてましたシティハンターのね、検証をしていきたいと思います。主人公サイバリオはね、コルトパイソンを使って自分の手を打ってね、そして貫通力を弱らして相手の体を通させないっていうね、貫通させないっていう名シーンですけども、今回はね、手のジェルもう1個用意してあります。この手のジェルはね、以前シリンダーギャップのテストでやったやつなんですけども、今回もう一回買いました。だいたいね US ドルで、80ドルぐらいですかね、定価。はい、これをねもう1個用意しましたんで、今回はこちらの6インチの Python でね検証していきたいと思います。それと一緒にね、こちら16インチのジェルブロックも用意しております。だいたい成人男性が12インチから18インチのジェルブロックと同じぐらいのデンシティなんですね。ですんで16インチのこのジェルブロックをね貫通してしまうと、これはねもう人体軽く貫通しちゃうって話になります。今回の検証はですね、この手をジェルブロックの前に置いて、そしてねフルメタルジャケットで打ってどんだけ貫通するかっていうのをね検証していきます。アニメの流れはね、この骨と骨の間を打ったって出てますんで、今回ねこちらのこの空いてる隙間がありますよね、こちらを打っていきたいと思います。そしてね、シーンを見ていただくと相手側肩に当たってますよね。でご覧の通り肩ってね結構薄いじゃないですか。ですんでこれがね自分の予想ですよ、ここ貫通してまあそんなダメージなくてもジェルブロック貫通しちゃうんじゃないかなと思ってます。ですので今回まず16インチのジェルブロックをね1回打ってみて、そしてね、こちらの手を通して打ってみて違いをね見てみましょう。ただ今回ね自分ねフルメタルジャケット1個しか持ってきてないんですよ。ですんで、最初のジェルブロックを打つやつはソフトポイントのね357マグナムで打っていきます。さっきも言いましたけども、自分の Python は6インチのバレルです。主人公サイバリオのね Python は4インチのバレルですけどもね、まあそんなに違いは出てこないかと思います。ではまず最初にジェルブロックを打ってどんな風になるか見てみましょう。行きましょう。ではいきます。一発目ソフトポイント357マグナム。はい、結果ですけどね、問題なく貫通してます。ここから入りまして、もう真っ直線に抜けてますね。綺麗に抜けてます。ですので、ね、フルメタルジャケット、ソフトポイント関係なく、成人男性やったら簡単に抜けちゃいますね。で今からね、このジェルの前に手を置いて、実際にどんな風に貫通するかっていうのをね、見ていきましょう。冒頭で言った通りね、今回はこれ骨と骨の間、ここを打っていくわけですけども、この手がねブランブランしないようにこういう風にね板をかましてちょっとだけ固定しました。はい、これでね、手がこんなバーンって前に倒れちゃうってことはないと思います。さっき打った穴とはちょっとだけずらしてね、同じ穴に入らないようにしてます。実際のアニメの中では打たれる相手はだいたい5、6メートル先にいたと思うんですけど、今回はね、この手を打ってしまうと弾がねどんな風に飛んでるかわからないんで、もうすぐ後ろに置いてます。銃口もね手の目の前に置いて、ここからね発砲していきたいと思います。ではやっていきましょう。ではフルメタルジャケットでいきます。さてどうなるでしょうか。いきます。さて打ちましたけどもね、骨が見えちゃってます。これはねえぐい怪我ですよ。これはいくらなんでもね、いやーめちゃくちゃ痛いはずです。やっぱアニメの世界だけっちゅう話ですかね。裏見てみましょうか。はい、こちらが裏になりますけどもね、まあ綺麗に抜けてるって言ったら抜けてますかね。500マグナムで打った時はもう完全に破裂しましたからねはい、まあそれに比べると全然マシな方です。はい、肝心のね本体のブロックですけども、ここから入って実はねもうここから抜けちゃってます。何インチかって見てみましょうか。10インチいってないかな。
でも10インチでここで抜けちゃってるっていうことはもうちょっとねいっててもおかしくないんで、これは貫通しちゃうでしょうね。あんな特に肩みたいな狭いとこね絶対貫通しちゃいます。ちょっとね抜けてしまったんで、もう一回ねこちらのソフトポイントの方で親指と人差し指の間をね狙って打っていきたいと思います。いきましょう。どうなるでしょうか。うわ、やっべ。ご覧の通りちょっとねえぐいことになりましたね。親指が吹っ飛んだ。ソフトポイントはちょっとやばかったかな。はい、皆さん分かりましたね。フルメタルジャケってのはまあマシやけども、ソフトポイントで打つともうね手がなくなっちゃいます。はい、肝心のねジェルですけども、ちょっとジェル見ていきましょう。はい、ジェルの方ね完全に抜けてます。こっから入って、この下からねパーンと抜けてます。ソフトポイントでこんだけ抜けちゃうんやからね、フルメタルジャケットは絶対抜けます。皆さんえらいことになりました。もうソフトポイントでね手を打ってはいけないってことです。まあフルメタルジャケットでギリ OK かなって感じですけどもね、骨が見えちゃってるんでねえらい大怪我するのは間違いなしですね。ってことでね皆さん思ってると思います。これやったら何やったらいけるんやとよう聞いてくれました。22口径をね用意してあります。ピチトルです。ではこちらはね22口径を使ってこの残りわずかな肉片を打っていきたいと思います。ここにねまだ肉が残ってるんでここを打っていきます。はい、ここにね当たりましたけどね真っ黒になってますね。でも綺麗に抜けてますわ。裏もねここから抜けてますけどもねほぼ無傷の状態ですね。そしてね肝心のジェルブロックですけどもね玉はここにあります。ちょうど6インチですね。ですんで肩でもギリ止まるかなっていうぐらいちゃいますかね。誰かリップ弾で打ったらどうなるかって聞きました。やってみましょうか。いいアイデアですね。グロックちゃんでいきます。リップダウン。ちょっと同じ穴に入ったっぽいね。いやでもこの手はもう終わりやな。えらいことになってる。この広がり分かります？さすがリップダウンですね。すごい破片がねここに1個置いてありますけども、そしてコアがですね実はね出てないんですよ体内から。ここがねだいたい13インチギリ体内に残ってる可能性があるっちゅう話ですね。これはですねシティハンターの主人公は357マグナムやなくてリップダウンを使えばよかったじゃないかっていう結論になるんじゃないでしょうか。なんかね原型とどめたのも思んないんで最後45口径でぶっ放していきたいと思います。いきましょう。
手のひらに当たったっていうよりは指に直撃して指がもげちゃいました。残念。もう一発いきましょう。いきます。どうやった？こいつしぶといな。くらえ。まだ立っとるぞ。もう一発や。よし。はい、結果これです。もう手のひらの骨がね、もう完全に消し飛びました。すげえな。まあ500マグナムみたいにね、腐るほど爆発するっていうわけじゃないですけどもね。さすが45合計。素晴らしいパワーです。はい、こちらの手をね、357マグナムで打ってきましたけどもね、結果、皆さんもうお分かりでしょうね。357マグナムフルメタルジャケットで打っても、手を通して打っても貫通しちゃいます。特にね、あんな型みたいな薄っぺらいとこ打ってもうたら絶対貫通するんですよ。ソフトポイントみたいなのね、打ってしまうとえらいことになるんでね、打つんやったらフルメタルジャケットにしといてくださいね。貫通したくないんやったらね、ちっちゃい22合計とか、驚いたのは9ミリのリップなんですわ。あれ13インチのところにね、コア止まってたんでね、手はきれいに貫通してました。それからね、アニメの主人公、357マグナムやなくて9ミリのね、リップ弾使ってたらよかったかもしれないですね。シティハンターファンの方はちょっとね、申し訳ない結果になってしまいましたけどね、やっぱりアニメだけの話です。実際357マグナムフルメタルジャケット売ってしまうとね、人は簡単に貫通しちゃいます。おまけに大怪我します。今回はね、皆さんのリクエストを取り込んで、こんなにちょっとおふざけみたいな検証してきましたけども、いかがでしたでしょうか。コメントいっぱい残してくださいね。コメントくださる方大好きです。では、ありがとうございました。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。実はですね、A 指が残りますんで、これはもうシリンダーギャップのテストもう一回やるしかないやろということでね、こちら357マグナム、44マグナム、そしてね、M500 を使ってね、シリンダーギャップのテストもう一回指でやっていきたいと思います。いきましょう。これ前回やった時にね、これ打った時に指をしっかり固定してなかったんで、これがバーンって倒れてね、思ってたような結果が出ませんでした。ということでね、今回はそれから学んで、しっかり指をもう固定しています。貼り付けにしています。ではまず357マグナムからいきます。はい、結果ですけどね、357マグナム、そんな大したことないかなって感じですね。まあ、ここにちょっとテープが破けてる感じがあるんですけども、それ以外はね、ほぼ無傷ですね。もう一回やりますか、357。では、357もう一回いきます。今回はね、もろ当たった感じですね。結構黒くなってますね。ただね、実際の指のダメージはないですね。見た感じ。では次、指を取り替えてね、44マグナムでいきたいと思います。では44マグナム、シリンダーギャップテストいきます。
はい、やっぱね357マグナムと比べるとだいぶダメージきてますわ。結構ね細かい穴が開いてます。もう真っ黒でね、これはね絶対傷つきますね。絶対怪我します。ただね指がちょん切れるほどの威力ってわけじゃないですね。では最後に一番いい指を取っておきましたんで、これを500マグナムでね打っていきたいと思います。いきます。うわ皆さん分かります？今回めっちゃ上げました。うわ裂けてる。これもうどれぐらい裂けてんの？骨まではいってないですね。ただこれはえぐいことになりました。絶対これ指置いてあげまへんわ。よっしゃ、もう一発いきましょう。うわ骨が出た。やっべ、すっごいパワーですね。もう今回は2発目はさすがにもうね肉を通り越して骨まで出ちゃいましたね。すごいな。これで分かりましたよね皆さん。シリンダーギャップの恐ろしさを。特に M500 なんかで絶対覚えてあげません。大怪我しますわこれは。はい、ご覧の通りねリボルバーを撃つ際には指をねシリンダーの前に絶対持ってこないこと、こういうふうにね手前にしっかり置いといてくださいね。ではないとえらいことになります。おまけんでしたけどもありがとうございました。ほらね。